世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲーム開発と YouTube チャンネルをスタートしたのが2019年の8月19日、およそ3年前になりますね。そして2021年の2月、出版社として有名な講談社さんから年間1000万円の資金を受けられるゲームクリエイターズラボの1期生として選出していただけました。そこから約1年が経過し、現在こちらのゲーム千葉津のぼらば竜の降るが一体どういう感じになっているのかをこの動画で改めて振り返ってみたいと思います。まずはゲームシステムから。このゲームではリンク感のある戦闘を目指してシステムをデザインしています。強敵と戦っている時なんかに集中力が極限まで達した瞬間、コントローラーの存在を忘れて自分の脳みそとキャラクター、主人公が直接つながっているかのような感覚になる瞬間ってありますよね。そのリンク感をたくさん味わってもらえるように、ゲームシステムとしてもできうる限りのお手伝いをしたいというのが開発の根底にあります。例えばこのゲームでは戦闘中に行えるアクションの数がかなり多いです。攻撃一つを取ってみてもプレイヤーの入力によって様々な方向から攻撃を打ち分けることが可能になっています。これはガードしたりとか回避する場合も同様で、どの方向にガード回避するかによってアクションやその結果が変わってきます。この方向という概念には相性も存在していて、例えば右上から左下へのオーソドックスな毛さ切りをした場合、2段目の攻撃は左側から切り返すようなアクションが最もふさわしい、つまり相性よく馴染んでくれるわけなんですが、2段目も右から切りたい場合っていうのももちろんありますよね。そういった場合は方向の相性が悪いので、少しだけコンボの馴染みが悪くなってしまいます。このように今自分がどのようなアクションをしていて、次のアクションにはどういったものを選択すれば相性がいいのかということを常に考えておくのが重要です。その時々によってアクションの価値が変動していくので、そこに対戦相手との読み合いが生まれるわけですね。たくさんの選択機会と選択肢の幅広さ、そしてそれぞれの選択にちゃんと独自の意味が付与されていること、これらがリンク感をより強固なものにしてくれると信じています。この理念は前述した通常攻撃だけにとどまらず、アーツと呼ばれる特殊行動にも反映しています。ガードが硬い相手はタックルで崩しましょう。アーマー持ちのひるまないモーションを多用してくる相手はキックで止めることができます。そしてキックは弾き返されることもないので、パリー狙いの相手にも有効ですね。バックステップの多い相手には武器投げアクションで対抗しましょう。攻撃モーション中の追加入力で武器を手放して投げることができます。手放した武器は魔法による回収が可能です。ですが MP を消費するので使いすぎには注意ですね。また同じく MP を消費して衝撃波を放つこともできます。消費 MP がかなり多いので当たればダウンを取れるという設定になっていますね。多種多様な意味のあるアクションを使い分けながら、あなただけの戦い方でリンク感を最大限まで高めていってください。他にもアーツや武器の種類はどんどん追加していく予定ですので、要望がある場合はぜひコメント欄で教えてください。未来のプレイヤーたちと気軽にディスカッションできることがうちのチームの最大の強みですね。さあ、そして魔法の話がちらっと出てきたので、ここでゲームの世界観についてもお話ししていきましょう。この世界はいわゆる剣と魔法の世界です。産業革命以前の技術レベルなので銃は登場しません。出てくるとしても弓やボウガンまでですね。世界の景色としてはミディーバルプラスオリエンタルを目指します。つまり中世ヨーロッパ風と東洋風が融合したような世界。現状は全てアセットを用いてレベルデザインを行っているので、かなりミディーバルの方に寄ってしまっているんですが、将来的にはここにオリエンタルな建築や衣装、文化的儀式から戦闘スタイルまで東洋風のものを少しずつ追加していく予定です。そしてこの世界には大地由来の魔法エネルギーメイというものが存在します。先ほどお話しした MP とはまさにこれのことですね。メイポイント。メイをうまく扱うことのできる者たちはメイナスと呼ばれ、戦闘や狩猟の場において重宝されました。もちろん主人公もメイナスの一人です。
主人公は島国出身なのですが、物語のスタート時点でその島が大陸の人々によって占領されてしまいます。この島はメイがとても豊富だったんですね。現実世界でいうところの産油国などを想像してもらえると分かりやすいかもしれません。それが原因で狙われてしまったわけです。つまり今作では主人公が生まれ故郷の島を奪還するところまでを描くアイランド奪還編となるわけなんですが、ゆくゆくはね、第三勢力として大陸間で勃発している第一戦争に割って入っていくこととなります。ですがそれはまた別の話ですね。僕がもっと規模の大きなスタジオを持つことができればチャレンジしたい続編でのお話となります。それでは今作の方に話を戻しまして、大地に宿る神の話も少ししておきましょうか。この世界では第一信仰という宗教観が一般的です。現実世界においては天に増します我らの父よなんていうフレーズがあるように、神は天にいると考えられている場合が多いですが、この世界はそれが逆のようですね。大地にこそ神が宿ると考えられています。その信仰をより強固なものとしているのが地罰と呼ばれる自然現象です。大地エネルギーメイを短時間で過度に使用してしまった場合、まるで神が天罰を下すかのように、その周辺に大きな石柱の隆起が発生します。戦闘中でもこの地罰は発生するため、メイの使いすぎには要注意です。一重に注意すると言っても、この地罰という自然現象、そもそも避ける方法が存在するのかという話になるんですが、メイナスたちはこの地罰から身を守るための儀式を心得ています。その儀式をちぎりと呼びます。大地に武器を突き刺し、自らがなぜ戦っているのか、その理由を深く念じます。そうすることによって高ぶっていた大地エネルギーがなぜか収まっていくんですよね。メイを使うことの必然性を神に訴えかけることによって、その追加使用が許可される。もしかすると神様はこの世界の出来事を観測して楽しんでいるのかもしれませんね。というわけでいかがだったでしょうか。千葉のぼらは竜の降る現状のゲームシステムと世界観について改めて一つの動画としてまとめてみました。発売時期は未定なんですが、戦闘システムを楽しんでいただける体験版というものを2022年内を目標に制作しております。Steam のスターページも公開していますので、興味のある方はぜひご覧ください。今後も YouTube にて進捗状況を公開していきますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。